皆さんこんにちは。ゆずきゆかりです。土曜の枠を葵ちゃんから借りました。私、ラジコン飛行機講座が終わると無職になるので、今から次の職を考え中です。さて、今私が乗っているのはグライダーです。こんな感じの機体です。プロペラのないピュアグライダーですね。あと、上昇気流を視覚化する反則的な能力を身につけています。青い吹き流しみたいのが上昇気流です。消すことも可能ですが、ないと多分私が落ちます。ちょっとバリオメーターの音が大きいので、ボリュームを絞ります。さて、今日は実機フライトシミュレーターがどのくらいお金がかかるのかという話をしたいと思います。ちなみにこれは MSFS2020 です。あと、土曜の枠で話してほしいことがある方は、コメント欄に書くと採用されるかもしれません。さて、かっこよく言えばフライトシミュレーターです。が、所詮はゲームです。どの程度お金がかかるのかお話ししましょう。まず、ゲームのソフトが必要です。MSFS2020 は3種類あり、安いものが7500円くらい、高いものが13100円くらいです。値段の違いは、収録されている機体や空港の数です。後からゲーム内で追加購入も可能ですが、この先にかかる金額からすれば大差ないので、高い方がおすすめと言っておきます。次に、本体が必要です。MSFS はマイクロソフトのゲームです。なので、実はゲーム基盤があります。ゲーム機で遊ぶ場合、安い方が38000円くらいです。フル HD のテレビで遊ぶ場合はこれで大丈夫です。そして、高い方が6万円くらいですね。4K のテレビで遊びたい場合はこっちになります。パソコンがわからない人や、画面が平面でも OK な人は、ゲーム機で遊ぶのも選択肢です。パソコンで遊びたい場合はどうでしょう。今、私のパソコンに入っている MSFS は、容量がなんと 350GB もあります。この時点で、ストレージの容量は 1TB 必要だと言えるでしょう。メモリは推薦が 16GB、理想が 32GB です。グラフィックボードは、今の基準で RTX3060Ti とか、4060程度が理想です。そんな感じのパソコンは、そうですね。20万円で、ギリギリお釣りが来るくらいです。さて、普通のゲームであれば、あと必要なのは画面くらいです。が、ここで、フライトシミュレーター特有の問題があります。そう、操縦感は欲しいですよね。さて、比較的安いもの、ペダルまでついているもので、38000円ですね。この手のものですが、ものすごく値上がりしています。コロナ前なら25000円で買えたかなと思います。アメリカや中国がインフレする中、日本がデフレしているため、価格が日に日に上昇しています。もうちょっと凝った操縦感が欲しい場合、ペダルなしで48000円ですね。私が買った時は38000円くらいでした。ヨークが欲しい場合、77000円。ちなみに、操縦感は安いものでも全然いけますが、ペダルは安いのは明らかに使いにくいです。いいペダルは単体で84000円です。この手のものの救いは、一度買うと20年とか使えることでしょうか。墜落しても壊れませんし、パソコン買い替えてもそのまま使えるので強いです。さて、上昇気流がなくなりそうなので、旋回します。ところで、ラジコン飛行機とゲームの飛行機、どちらが楽しいですか？私が、ラジコン飛行機を飛ばす人は一般的に、ゲームの飛行機飛ばさないと知ったのは、ラジコン飛行機を飛ばし始めてからです。私は、ゲーム側で育った関係もあり、実は、ラジコン飛行機より、こっちの方が楽しいです。昔、ラジコンカーで、同じところをぐるぐる回っていて、楽しいのかと聞かれたことがありますが、私も、下道を10時間とか平気で運転する人間ですので、反論不能だったりします。その点、このゲームであれば、地球が再現されていますので、どこへでも飛んでいけます。まあ、実物が飛ばせればいいのですけどね。つまり、どこへでも飛んでいけるけれどゲーム、
と、目の前しか飛べないけど一応実物という感じでゲームとラジコンで住み分けしています。そんな感じで旋回を繰り返してだいぶ高いところへ上昇してきました。さて、フライトシミュレーターですが、数年前に革新が起きました。なんと VR で遊べるようになったのです。今までは平面の画面に景色が映っているだけでした。それがちゃんと立体に見える景色を360度見渡せるようになったのですから、それはもうある意味ほぼ現実です。今まではどんなに画面を大きくしても所詮はゲームだったのですが、 VR で遊ぶフライトシミュレーターは別格です。何時間でも飛んでいられますね。気流に乗って飛び続けるグライダーも VR だと非常に楽しいです。これ意外と速度も出てますしね。ただ VR はさらにお金がかかります。私のパソコンのグラフィックボードは RTX 2080 スーパーですが、正直ギリギリです。今だと 4070Ti あたりを買うことになると思いますが、それを積んだパソコンは40万円超えてきますね。さらに VR ゴーグルも必要です。そこまでお金を払う価値があるのかといえば、買った人間の意見ですから、もちろん価値があります。待てば待つほど物は高くなります。我々がフライトシミュレーターの夢を追いかけて、そろそろ45年です。今買わないで、いつ買うのかと、そういう話です。あ、ここサムネ候補です。さて、今日はこの辺りで終わりにしましょう。私は一人で静かに続きを飛びます。あと、来週は、葵ちゃんはウクライナの夢を飛ばしたいをお送りする予定です。それでは、高評価とチャンネル登録をお願いします。柚木ゆかりがお送りしました。